指で描くの無理。エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は指だけで上手にお絵描きできるのか、スマホ版のアイビスペイントを使ってチャレンジしてみたいと思います。まずは線画を描いてみます。うわー、指で描くの難しすぎ。描いた線が指で隠れて線がずれたところに描かれたり、思い通りに描けない。指で描くの無理。というわけで今回は手書きの線画をアイビスに読み込んで、そちらに指で色塗りしてみたいと思います。指で最初から全部描くのは難しいと思うので、線画は普通の紙にペンで描いたものをスマホで撮影して、それをアプリに読み込んで使うのをおすすめします。アイビスペイントに線画を読み込む方法は、マイギャラリーの左下のプラスをタップしてキャンバスサイズを選ぶ画面の一番上の写真読み込み、またはレイヤーのカメラをタップすると写真アプリに保存している画像を読み込めます。線画を認識して抽出してくれるので、カメラの影が入らないように写真を撮っておけば結構綺麗に読み込めます。次は色を塗っていきます。色塗りのざっくりとした流れは、人物の塗りつぶし、パーツごとの下塗り、影色、各パーツの色塗り、ハイライト、仕上げです。髪や目、服、肌などパーツごとにレイヤーを分けて塗ることで、後で色を変えたり変形させたりといった修正がしやすくなります。ということで、まずは新しいレイヤーを作って線画の下に移動させます。3本線のマークをドラッグするとレイヤーを上下に移動できます。この新しいレイヤーに色を塗っていきます。最初は人物を一色で塗りつぶします。地味に面倒ですが、後から塗る色をはみ出さず簡単きれいに塗るための作業なので我慢します。色は後から変えられるので、塗ったところが分かりやすい色を使います。塗りつぶしツールで少しずつ塗ってもいいのですが、線画に隙間があるとうまく塗りつぶせないし、微妙な塗り残しができるので、人のシルエットをペンでぐるっとなぞってから塗りつぶします。なぞる時には線に濃淡が出ない方がいいので、ペンハードやGペンハードなどを使います。Gペンの方が線の端が細くなるので、紙など塗りやすいかもしれないです。線からはみ出した時は画面を2本指でタップしてやり直します。細かいところは拡大したり回転すると塗りやすいです。やり直してもはみ出る時は消しゴムで消します。左下のペンと消しゴムを切り替える機能を使うと便利です。塗りつぶすときは右下の歯車マークをタップして参照レイヤーを作業レイヤーに変更してから塗りつぶします。次は肌の色に変更してから塗りつぶします。今回の色塗りはだいたいはペンフェードとエアブラシを使いました。ブラシを変えようとすると動画広告が流れますが、広告を見ることで全てのブラシを18時間無料で使えます。最初に塗った下地の上にどんどんレイヤーを追加してクリッピングしていきます。スマホによってはレイヤーを増やしすぎるとアプリが落ちたりするかもしれません。後から部分的に色を変えたり修正しやすいように髪や目、服などでレイヤーを分けて塗ります。下塗りができたらレイヤーを追加して全体的に影を塗っていきます。レイヤーのブレンドモードは乗算です。最初の塗りつぶしレイヤーにクリッピングしているので、はみ出さずに塗ることができて簡単です。ささっと塗ったら不透明度を調整したり色を調整します。次は瞳を塗ります。デジタルですがコピックで塗るときとほぼ同じように塗っています。上半分と中心は暗い色で、下に明るい色を使います。白目と瞳はレイヤーを分けています。頬と鼻をエアブラシでふわっとピンクで塗ります。ついでに手のひらにも塗ります。次は髪の毛のツヤを描いていきます。濃いめの色を頭の形に沿ってカーブを描いてから指先ツールでギザギザさせてみました。今回絵柄がちょっと大人っぽくなったので、目の周りなどややリアル寄りに描き込んでいます。
服のチェック柄を描きます。素材を使ってもいいのですが、今回は手書きで描いています。一色で塗りつぶしたレイヤーを一番上に置いて絵全体の色を調整します。ブレンドモードはソフトライトです。フィルターの色相、サイド、明度のスライダーを好みの色になるまで動かします。まつげを塗り忘れていたので焦げ茶色で塗っていきます。少しだけ瞳の緑色や髪の色を混ぜています。最初に塗りつぶしたレイヤーを複製して重ね順を上の方に移動します。ブレンドモードを上山にして逆光っぽく色を暗くしてみました。反射光が入っているような感じで少しずつ消していきます。ついでに瞳や髪の毛のハイライト部分も消していきます。逆光っぽくした影が暗すぎた気がしたので薄くしました。ついでにソフトライトで重ねたレイヤーの色をフィルターの色相、サイド、明度で変えて色の調整をします。レイヤーを追加して細い髪の毛だったり瞳のハイライトを描き足します。目が一番描きたいところなのでしっかりと描き込みます。次は背景に葉っぱみたいなブラシでささっと描いて春っぽい雰囲気にします。アイビスは絵の素材になるような便利なブラシがたくさんあるので助かります。チェーンとかファスナー、服の模様、宝石、花など大量にあってびっくりしました。全体の色調整をして完成。スマホに指で描くのが難しすぎて途中で何度も手がつりそうになりましたが、色塗りだけなら指でもなんとか描けることが分かりました。指でお絵描きできる人は本当にすごいです。壊れやすいですが100均のディスクタイプのタッチペンが指よりは描きやすくておすすめです。あとスマホでお絵描きするときは線画を別で用意すれば意外と綺麗に描けると思うので、線画は普通に紙に描いてカメラで撮影した画像を読み込むのをおすすめします。線画の写真は絵を机の上ではなく立てておくと影が入りにくく綺麗に撮れます。アイビスペイントはスマホがあれば無料で誰でも使えるので iPad やパソコンを持っていないけどデジタルでお絵描きしてみたい人はぜひ使ってみてください。この動画が参考になった人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。